こんにちは。システム組み立てチャンネルです。いつもご覧いただきありがとうございます。本日は福岡県福岡市東区貸井にある株式会社フライクの本社をご紹介します。普段の映像では見えない本社の裏側や働きやすさ、おしゃれなオフィス作りを感じていただく特集です。今回は趣向を変えて代表取締役の子どもたちに見学をしてもらうスタイルでより自然な姿をお伝えします。それではオフィスツアー行ってみましょう。こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝です。今日は私たちフライクが働いている福岡本社のオフィスをご紹介していきたいと思います。よくあるオフィスツアーはあまり面白くないかもしれないので、今日は私の息子と娘にオフィスを体験してもらおうと思っております。じゃあ早速お願いします。大滝美優です。13歳です。中2ですね。はい。受験ですね。来年。はい。大滝慎介です。9歳です。小4ですか？はい。少し緊張気味のみゆさんとしんくんですが、今日はお父さんの会社を見て素朴な疑問をぶつけてもらおうと思います。よろしくお願いします。お願いします。今日出来たてのこちらは何ですか？中庭です。何をするところか知ってますか？昼寝。犬と遊ぶバーベキューと会社にこんなお庭があるイメージありますか？ないです。ほい。こんな会社他にはないな。今日はフライクの社内をお二人に探検していただく形になります。それでは行きましょうか。フライク本社の外観は一見会社のように見えないおしゃれな外観です。この会社の形はどうですか？かっこいいな。なんか形が面白いなって。では中に入っていきましょう。株式会社フライクの福岡本社にはなんと中庭が。自然な光が差し込む中庭になっており、四季を感じられるさまざまな植栽が植えられてあります。外観もそうですが、内側も一般的な日本のオフィスとは全然違いますね。フライクで働いている人のイメージは？楽しそう。普通の会社だと楽しくなさそうですか？厳しそう。楽しそうだから働いてみたい。確かにこんなオフィスなら自然の風も感じれて、仕事の合間もちょっとしたリフレッシュできそうですよね。ちなみにこの植栽を維持するのも結構大変みたいですよ。ここはフライク本社の執務室です。フライクの働き方はテレワークと出社のハイブリッド型を採用しており、出社の時はフリーアドレスで自由に作業ができる場となっています。さあ、2人はこの環境を見て何を思うのでしょうか。10冊ぐらいはあるとお父さん言ってました。すごいですね。読んだことありますか1冊だけ。1冊もありません。本いっぱいあるからなんか良さそう。涼しい。いろんなことができる。ここで卓球とか。実は卓球台があり、普段はデスクとして使っているそうですが、リフレッシュでメンバーみんなで卓球をしているそうですよ。ミッション、ワクワクするシステムで自分らしく働ける、ストレスフリーな社会を実現する。ビジョン、挑戦し続ける人と挑戦し続ける。バリュー、事業成長を支える唯一無二のパートナーでいる。自分らしく働いてね。挑戦し続けてねとか、やったことないことに挑戦することだと思う。これはフライクのスローガン。特にフライクでは挑戦というキーワードを大切にしており、常にこのマインドを持ち続けてほしいので、こちらに掲げているそうです。そうかと思えば、こんな特徴的なハッピーが飾られてありますね。ではせっかくなのでフライクで働いているメンバーに普段どんな仕事をしているか2人に聞いてもらいましょう。どんな仕事してるんですか？普段はここで打ち合わせをしたりとか、プログラムを書いたりとか、説明書みたいなのを書いたりとか、考えたりとかをやってます。自分でもできそうですか？
まだ無理だと思う。できるかもしれない。どこができそうだと思いましたか？説明書、しんくんが思う説明書ってどんな説明書ですか？なんかラジコンとかの説明書とかそういうのなら作れそうかなって。システム LINE とか使うでしょ。あれのシステムの説明書みたいなイメージで、ラジコンするでしょ。例えば裏電源入れてくださいと、カチャってやってマイナスドライバーでバーってやって電池入れてくださいと、ポッてしてもう一回ピッてやったら動きます。これ上にやったらピューっていきますみたいな、そのラジコンを作る人たち向けの説明書。例えばこの部品とこの部品をこうしてくださいとか、ここにこういうプログラムを書き込んでくださいとかっていう説明書を考えて作ってます。どんな仕事が楽しいんですか？私が一番好きなのはプログラムをブワーって書いてるのが一番楽しいです。プログラムって何？プログラムは黒い画面に英語でかっこよくブワーって、かっこよくね。黒い画面に日本人の俺が英語でブワーって書いてパンってやったら世界変わってますね。かっこよくね。おいあはははは。ちょっと2人には難しかったみたいですね。シンボリさんはフライクの執行役員、システムエンジニア、ドラマの天才プログラマーに憧れてエンジニアの道を進まれたそうです。フライクのシステム開発の中核を担っています。こういうプログラム、こういうプラモデル作ろう、こういうラジコン作ろうってなった後に最後そのラジコンを作るお仕事です。なのでお父さんとか向こうにいるみすみさんとかがお客さんにどんなラジコン欲しいんですか、青がいいですとか、大きいやつがいいですとか、速くないとダメですとか、こういうボタンが欲しいですっていうのをお父さんたちが聞いてくれて、こういうのを作ってって言ってくるから、それをじゃあ最後任せろって言ってラジコンを作るみたいなお仕事、最後のお仕事です。シンボリさん、ありがとうございました。それでは続いてフライクのエンジニアをしている浅沼さんにもお話を伺ってみましょう。どんなお仕事をしてるんですか？僕は、お客さんとの打ち合わせとか、打ち合わせが終わった後の議事録っていうのをまとめたりとか、あとお客さんから結構いろいろ問い合わせとかがいっぱい来るから、それの対応とかをしたりしてる。議事録って何ですか？お客さんといろいろお話とか会議とかするんだけれども、それの内容をなんか話してるとさ、1時間とか2時間とか話すのよ。そしたらさ、あれ何の話したっけっていうのをちょっと忘れちゃったりするんだよね。2時間も話してるから。だからそれを忘れないように、みんなで後で見返せるように全部文字で書く。こういうことを話して、こういうことが決まったよねっていうのをまとめるっていうのをやってる。いろんなお客さんと話せるのがすごいなって思いました。お話しするのはあまり得意じゃないですか？はい。でも僕もそんなに得意じゃないけどね。結構周りの人がいっぱい喋ってくれるから、やっぱそれをね、まとめるっていうのがね、難しいところであるよね。みんなが話した内容をこういうことを話して、こういうことが決まってるっていうのを書くのが、ね、意外と難しい。いうことをなんかできそう。本当に？でも学校の授業でさ、なんかノートとか書かない？そんな感じだよ。こういうこと先生が言ってたな、ああこういうことかっていうのをノートで書くとちょっと近しいかもしれない。あら、なんかできそうな気がしてきたかな。国語とかが好きじゃないから。ああ、国語ができないか。国語難しかったらちょっと難しいかもね。僕も全然国語得意じゃなくて、タイピングが僕得意なんですよ。なので、なんて言ってるかちゃんとよく分かってないけど、とりあえず言ったこと全部バババって書けば一応文字にはなってるので、後でそういう話かって自分で後で理解するみたいなことはやってます。楽しい仕事はありますか？お客さんから問い合わせを入れてシステムを作ったりとかするんだけど、やっぱりね、お話を聞くことだけよりもね、システムを触ってる時の方が楽しい。セールスソースっていうシステムを触ってるんだけど、それのシステムを作るっていうのがやっぱり一番楽しいかなと思います。セールスフォースって何ですか？すごい簡単に説明すると、お客さんの情報を登録していく。そうね、病院とか行ったりしたら、なんか病院のさ、お姉さんがこう、誰々が来ましたみたいな登録していくでしょ。ああいう誰が来た、誰がお客さんみたいなのをもうそのデータの中にまとめるっていう、そういうツールだね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。なんか最後に言った病院で誰々さんが来ましたよっていうので分かりました。確かにセールスフォースって言っても分かりにくいかもしれませんが、身近な場所にあるものだと分かりやすくなったみたいです。さあ次は
業務設計ユニット所属のみすみさんにお話を伺ってみましょう。なるほど。したのか。卓球ではなかった。覚えてくれた。どんなお仕事をしてるんですか？僕も先ほど浅沼さんが言ったみたいに、お客さんと打ち合わせをした内容を議事録っていう線の、どんなことを話したかっていうのをまとめたり、あと他にやってるのは議事録って全部文字なんだよね。それ見ると何書いてるかちゃんと読まないとわからないでしょ。でもおもちゃの説明書とか絵とかが入っててすごく分かりやすかったりするでしょ。それを、分かりやすいように議事録を見やすい資料にする、資料に絵を追加していく、見やすくするようなことも、お仕事としてやってます。議事録にどういう絵を入れてるんですか？お料理を作る時の、本とかを見た時に、例えば、野菜カレーを作ります。だからまず野菜を皮を剥いて切ります。そういったことって、順番間違ったら美味しくできないでしょ。そういったものを、どうやって皮を剥くのかとか、次は何をするのかみたいなものを文字だけで書かずに絵と一緒に、分かりやすくまとめてるみたいな感じかな。あんまり。お父さんの会社が何をしているか知っていました？本当向かって向かい合って何かしてるか。3人のお話を聞いて少しイメージできましたか？イメージできました。できました。ありがとうございました。できました。みゆさんとしんくん、これまで何度かお父さんの会社には来たことがあったものの、お父さんがどんな仕事をしているのかまだよく分かっていなかったようです。しかし今日の訪問で改めてその仕事ぶりを知ることができたみたいですね。そこで2人に聞いてみました。フライクのメンバーから聞いた話で特に印象に残っていることはどんなことでしょうか？フライクの仕事を見てどうでしたか？楽しそうだけど難しそう。仕事とかが終わったら卓球とかできるかなって。3人のお話を聞きましたが、誰の仕事が一番難しそうでしたか？今のかな。話すのが下手だったら難しいかなって。シンボリとで黒い画面に英語いっぱい集める。英語苦手だし、そういうずっと文字書いてるの疲れそうだなって思いました。みすみさんの仕事が楽しそうだと思いました。説明書に絵とかイラストとか入れるのが楽しそうだなって思いました。難しいこともあったようですが、真剣に話を聞いてくれたお二人。その素直な質問からフライクのスランの姿は伝わったでしょうか？前編はここで終了です。もしこの動画が少しでもいいなと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録や高評価をお願いします。後編では一般的な会社にはないフライクのユニークな場所をさらにご紹介していきます。どうぞお楽しみに。